見た目は雑やけどすごい生地も出し取ったりとかこんにゃくとか筋もちゃんと出し取ってアク取ったり。じゃがいもがいいですね。いやこれじゃ食感をちょっと残すんですよ。熟成するような芋をわざわざ処理してるんですよ。見ないですこんなの。砂ずりする。砂ずりか。すごいほんまにいいやつです。なんか鉄板焼きみたいな。あ、そうです。これも基本生食でいけるようなやつが多いですね。だからちょっと違う。あんまり儲かるへんけど、高すぎて。だから刺身で言ったらめっちゃ儲かりますよ。こんだけ500円で500円しね。あ、そうかそうかそうそう本当は。そうそう。もうね、ちょっと古いのだったらスーパーで売ってるのともっと安いですもんね。あ、そう。ちょっと一応ちょっといいアスパラです。でかいですね。でもちょっとうちにしては細いですけど。あ、そうなん。そんなに火入れないんですね。嫌だ。バターは高いんですけど、結構アホで出ますけど、その方が美味しいですよ。す日本産の時は原価率が高くてあんま儲かんないんですよ。もう60%とか70%ぐらいかかってる。あんま儲からなくてもだって砂ずりも高いんであんま儲かんないです。原価倍以上かかってると思うんですけど。うちの焼きそばの麺は小麦しか入ってなくて、小麦しかない。コシと甘みが違いますね。うちの方が麺はもちもちしてるし、茹で時間も長い。麺の小麦の甘みとかはちょっとうちの方が強い、断然。うちの方が茹で時間が長いんで、茹で時間が長いっていうことは提供時間が長くなるけど、ラーメンとかもあれなんですよ。帰ってきたら結構回転率を上げるために早く入れたら早く帰らそうするんですけど、大手ラーメン屋さんがめちゃめちゃ売り上げ変わったりするんですけど、うちはすごい茹で時間が長いからやっぱり長いけどやっぱりアルデンテの時間が長いと思うんですよ。鉄板で食べられたらめちゃくちゃ美味しいと思います。ちょっと若い人やったら固めに仕上げるし、年配にしてやったらちょっと柔らかめに仕上げる。基本なんですけど、若い人ってバリカタとかラーメン食べません。時間があったら柔らかめに仕上げる。
要は育の式って行くの好きなんですか？って言ってるんですよ、はい勝手に。なんか昔の本とか書いてあったんですよ。有名なお好み焼き屋さんってみんな、行くのなんですよね。はいだからあとはなんかボリューミーでキムチの筋とか入ってるんですけど、はいでそういうところをのお好み焼きをちょっとしてるんで、ちょっとボリューミーにしてますね。へーはい、キャベツですね。ほちょっとごついごついごついで、季節によってキャベツの質とかによって切り方を変えます。変えてるんですね。まあ2月なんで、まあ2月中旬ぐらいが1年で一番美味しいキャベツが多いことが多いです。天かす、生姜、生姜、特製の粉、特製の粉。ちょっといろんな出汁取ってます。おお。うんなんかネバネバしてますね。胸をそう、まあ、出しちゃんと出してる。お好み焼きはちょっとちょっとざく切りみたいな感じなんですけど、はい野菜とかキャベツとかのこういうシャキシャキっていう食感を出すような焼き方で、野菜のキャベツの甘みとかは多分よそと全く違うと思います。まあ、ちょっと焼けてるか焼けてないような感じです。でまあ、うちのお好み焼きはちょっと粉が少ないから、見た目が悪いんですよ、やっぱり粉がいっぱい入っとったら穴が全部塞がるんで、だからうちのお好み焼きは全部ちょっと不細工やから卵かチーズか絶対乗ってます。20分ぐらいですね。すいません、ありがとうございます。水麺キムチ、聞いてる水麺キムチ、油かすとネギ焼きの海鮮ミックス合ってる。そう出ますね。ここのキムチ屋さん本当に美味しくて、ちゃんと発酵時間を計算してるキムチ屋さんで、僕もなんかずーっとキムチ食べやすいけど、なんかもうここのキムチが一番美味しいです。すごい。美味しいとこいっぱいあったんですよ。夏だけ冬だけ美味しいとかね、なんか夏場はまずいとかね、いろいろやっぱり癖があるんですよ。そういう癖がしょうがないですね。いろいろ癖があるんで、この人はもうすごいこだわってはるんで。ネギ焼き、ネギ焼き。好きな歌手のは誰なの？ETC が好きです。お客さんの分は鉄板の上でお好みにかけます。あと持ち帰りなんで持って帰られたら味が薄くなるんですよ。だからちょっとここでは強めにしておきます。もう一回最後ちょっとかけますけど。そんなんしてればいいじゃない。やり忘れたからそこに置いとったんですよ。
ほんまね、なんかこんなにソースかけない、外にはみ出した方が映像が美味しそうです。匂いもいいです。そばとご飯が入ってるんですよ。そばとライス。ご飯が入ってる。で、これちょっとお任せなんで、はい。トッピングはいつも豚と油かすにしてるんですけど、はい、これちょっとコース料理がまあ何作ってもいいんで、ちょっと美味しいのはてっちゃんと油かすを入れたらすごく美味しいんで、で多分30分ぐらいいくんですよね。おばとご飯が入ってますね。少しをして塩を入れます。そばをそう分かりやすく言うと、そば飯がビビンバで、それでこれは石焼きビンバです。どっちが美味しいかって言ったらパリパリしてるんで石焼きの方が美味しいですね。そういう感じです。でもこれ生麺なんで、うち水すごい含んでるんで、パリパリになかなかならないんですよ。で普通のそばは極端な話そばお水入れて水分膨らますぐらいですよ。はい、うちの方いたらもう 5分ぐらい入れてるから、はい、切り刻なかなか水分飛ばさなあかんから、ちょっとごま油入れますよ。筋と油かすね。すごいですよ。めちゃめちゃ。でこれ多分30分ぐらい焼くんで。25% か3割ぐらいはちっちゃになりますよ。どんだけ入ってても食べた時食べるようだと思っても、後で胃袋の中で胃膨れるんで食べれないです。後で絶対ちっちゃになったと思っても多分胃の中絶対でかくなるんで。そういうことです。そういうことです。で忘れた頃に出来上がる。お腹膨れてる。そうもうスポーツ選手でも100キロぐらいある人でもなかなか苦しいですね。現役やったら食べれるけど、もっととかやったらしんどいです。でみんな見た目でこれ食べるって決めるんで、そうだからこれって切り刻んで。お米ってふわっとしてるから食べるんですけど、切り刻んで炒めて作ってるんでむちゃむちゃ重たい。なるほど。30分後見越して今作ってる。そう。こいつはちゃんとカツオの出汁で取って一晩ぐらいでアク取ってから出してこんにゃくです。結構手間かかりますね。すごいですね。めちゃめちゃ豪華。塩コショウ。海鮮みたいなもんです。はい。まずいって言われることはめちゃめちゃ豪華ですけど、これ。これは海鮮炒めた最初のコースの前菜みたいな。これでシンプルに味付けを。塩コショウだけですよ。ブリと心にハーフ&ハーフ。いただきます。
まあお任せなんで、まあだけだら全く分かんないですよ。どっちが今は分かるけど。今はわかるけど、せっかく両方入ってる。うまっ。てっちゃんキムチ。てっちゃんキムチ。豚キムチみたいな。あ、そうそう。なんかタッパーに入れた方がいいかな。何で入ったの？3人前ですね。3人前、はい。1人前で美味しいんで、よう出ますこれ筋ですね。硬そうやから、はい、ちょっとやっぱ筋なんで柔らかいところで硬いとこいろんな食感を。ろ。そうやっぱりね、これはそんなに硬くないから。雨降ったらね固まるんですよ、1日で。湿気があるから、多分気使う。だから夜閉まってるからすぐ固まる。ポンってやったら。ここが豚のチーズのこれは値段はまだいるで、ちゃんと溶けてるはず。もうちょっと溶けてる。これ多分ね、まだ30分以上やってる。そうですね。大変ですよね。まあどうしようかなと。そうですよね。すごい。違う、あれ6人で食べるから具を多めにする。そんくらいすごい。極端な話、これ2倍あるんで、これやったら2枚焼かんでもいいんですよ。これの方がでも量多いですよ。これパッと見食えそうでしょ、この状態だと。はい。卵欲しくてでかなところなんで、これがめちゃくちゃ多いですよ、こんなところ。一応刺身用の胸肉なんで、で、あと鉄板の上でチーズと絡めて、いくつそうなんですよ、あいつ。いくつそうです。さすがにこれやばなってきた。頑張ってる。
筋とキムチゴツゴツましか入れてないんですよ。絶対崩れない。あと筋と油かすとかね。もう入れたらあとネギも入れたし。美味しいから結構2つとか用意1テーブル。こんな適当なトンペやけど。これ一番の。じゃあじゃがいもがいいですね。いやこれじゃあ食感をちょっと残すんですよ。でこの芋もちゃんと熟成するような芋をわざわざ処理してるんですよ。熟成したり。ガーリックライスってそれ2万ガーリックライスアスパラバターチーズこれね醤油で食うたらうまいです実は。これ名前は何て言うの？これもうだから適当に作ってる。じゃがいも入りみたいな。じゃがいもにキムチなんかこれも奥が適当にまあこうしたら別に何もソースの料理だから。またそので出したら隣の人はこれちょうだいってそう見ててうまそうでしたもん。うまいです書き取ってよ。見た目は雑やけどすごい生地も出し取ったりとかこんにゃくとか筋もちゃんと出し取ってアク取ったりいろいろしてますね。食感を出した小麦粉もあんまり入れないです。入れないですね。40代でスマップと共演で50代で情熱大陸出るのが夢やって夢そうでもスマップなくなっちゃった。自慢じゃないけど、はいあれやなオープンして5年ぐらいの時に38ぐらいの時にはい。お客さんが来てどうしても自分とこの焼きそば食べたいんやって言ってわざわざ来てんけど食べて「お前むちゃむちゃ美味しいやんけ」って「お前何しとったんや」って根掘り聞かれて、はいそれで聞いたら情熱大陸のプロデューサーやすごくないですか。すごいです。で出させてくださいって言うたんですよ。まだ5年ぐらいの時にね。はい。それで嫌やって言われて。いやいやもちろん50代で情熱大陸出ようと思っとったんですけど5年で来てしまってプロデューサーね。今おいくつなんですか。誰ですか。僕です、はい僕今51です。まだじゃあね。いやもうでもまだ9年でも